動きながら、皆さんにねちょっと大切なことをお話ししたいと思います。はい、でどんなブログの記事だったかというと、ピンとしたいわゆるいい姿勢が不調の原因だったっていうブログをね書いたんです。でそれをちょっとねシェアしたところ、私もそうですとかどうしてもピンとした姿勢になっちゃうんですとか、本当は抜けた方が美しいと思ってるんだけどどうしても反っちゃいますっていうね結構ね反響がありまして、これね言葉で伝えるよりも多分見てもらった方が早いかなと思って、今日はね動画を撮っている次第でございます。はい、でまずね私の昔の姿勢を見ていただきたいと思います。昔のね姿勢、いいと思っていた姿勢ですよ。どうでしょう、こんな感じ。多分椅子に座ったらこうなりますよね。こう私もそうって思った方多分いると思うんですよ。で、力を抜くと多分こう抜いたらね、でこれじゃ嫌じゃないですか。だからこうね、まずねお尻が下がってるのはまずダメだし、猫背も嫌じゃないですか。なのでこれをまずグッとこう背中を腰を反らせて、はい、胸を張って肩甲骨を引き寄せて下ろす。こういう感じですよね。ちょっとこれわざとやってますけど、どんな感じだったのかな。でもほとんどこれに近いと思いますよ。でこれで、美しい姿勢だと思っていました。でそのために努力をしました。胸は開く、肩甲骨引き寄せる、そしてお腹は締めて、頭はこう上から引っ張るようにみたいな感じですね。はい、皆さんも、姿勢のこう教室とか行ったり、ウォーキング教室とか行ってね習ったこともねあるかもしれないです。でそれがダメって言ってるわけではなくて、私もやってましたただそれがその写真を撮るときだけちょっとやるとかねぐらいならまだいいかなと思うんですけれども、それが日常になってしまうとこれはもうね不調の原因になるんです。で私ね当時、ヨガとかピラティスも教えてましたし、バレエも踊ってました。でこの状態では皆さん上からつられるように、はい、深い呼吸しましょうってやってたんですよ。いい姿勢を作りましょう、ね、座った時も背筋を立てましょう、腰を立てましょうってやってたんですけど、逆に言えば背筋をピンと伸ばしたり骨盤をぐんと立てると意識しなかったら当たんないわけですこうなっちゃう、意識しないと。だから意識してやってるわけですよね。でも意識してるってことはそもそもねそこでね無理してるっていうことなんですよ。だから不調の原因になるんですね。で、じゃあ細かく一個一個ちょっと体験してみようと思うんですけど、皆さんとまずね、じゃあ肩甲骨を引き寄せて胸を張ってみましょう。肩甲骨を引き寄せる、胸を張る。はい、どうぞ。ちょっとわざと大げさにやってください。はい、でこうね呼吸してみてください。呼吸しにくいと思うんですよ。はい、じゃあ力抜いてもいいですよ。悪い姿勢でもいいけど力抜いて、一気に吸いやすくなったっていうのが分かると思います。私ちょっと分かりやすくここ持ってみますね。じゃあいい姿勢しますよ。でこれで呼吸します。肋骨ねこれぐらいしか動かないです。で自然な姿勢にします。呼吸しますよ。わかります？肋骨の動きが明らかに違いますよね。はい、で呼吸が小さいってことはですよ、肌ね、ターンオーバーね、まず悪いでしょ。美肌にもよろしくない、呼吸ができないってこと、循環がよろしくないし、むくみやすくなるし、それから太りやすくなる。呼吸代謝に関係してるからね、なります。もうそれだけで当時肌がねっていう理由がなんかわかります。なるほどね、自分でいい姿勢を作ろうとして呼吸を自分で制限していたんですね。それに気づいてなかったわけです。
持ち上げてるだけなので、股関節の中からくるんって動いてるわけじゃないんです。で、当時多分、力抜くとこうなっちゃうので、嫌だからここでギュッてやってたわけですよね。これ自然に股関節の中からくるんってこう骨盤が自然と前傾したわけじゃないんです。作ってたわけですよ。じゃあそれ作んないとどうなってたかって言ったら、こうなってたわけですよね。で、骨盤と股関節がこうね、動いてないんですよ、全然。そうすると股関節が固まってると何が起きるかというと、こうね、大きな血液とリンパの流れを自分でせき止めてるんですよ、ここで。むくみますよね。おかしいなって思ってたんです。ヨガもピラティスもダンスもやってるのになぜ私の足がむくむのか。自分で流れをせき止めてたんです。こうやってやってポーズできますよ。足ここまで上がりますからね、私。180度足は上がるし、ヨガのポーズできます。だけど股関節が止まってました。他の力でやってたからですね。この辺の力とか強いので筋肉ができちゃうんです。ポーズ筋肉引き伸ばすこともできましたし、だからポーズとかできます。だけど股関節は動いてなかったんです。だからむくみに悩んでたし、腰痛に悩んでました。でもできちゃうので、できてるのになぜ不調って思ってたんです。だってヨガとかピラティスとかストレッチとかしたら良くなると思ってたんです、体が。なのに不調だらけだったんです。でその理由が当時は分かんなかったんですけれども、結局自分で原因を作ってたわけですね。見た目をきれいにしようとしてポーズを作ろうとして無理をしていたということですね。本当に自然とできていたわけではなくて、訓練をしていたということですね。で、その訓練をすることでかえって不調を作っていたということなんですね。で、そのピンとしたね、こういうので、立ってる、座ってるまま一瞬の出来事ですけど、これで歩いたりとか、もう運動をしてたわけですよね。でそれはどうなるかって言ったら、立ってるだけでも負荷がかかってるのに、それで運動したらすごい負荷がかかってたんですよ。だから腰は痛いし不調だし、自律神経もねだから整ってなかったんで、夜ね、だから眠りが浅いとか、もう交感神経が上がっちゃって下がってこれないとか、見た目は一見綺麗だけど中はって考えると自分で不調を作ってたんですよね。そして本当に綺麗かどうかですよね。これが怖くないんです。こういう人が歩いてきたらちょっと威嚇されてるような感じがしません？これは本当は力を抜いて自然な形で綺麗な姿勢が勝手にできちゃう体にあることが大切だなと思うんですね。力を入れなくても美しい姿勢でいたらリーンとして涼やかな感じでストンとして素敵だなと思うんですね。はい。なのでちょっと今日ね、不調の話をするだけで意外といっぱい喋ってるので、じゃあどうしたらいいのよっていう話はですね、ちょっと次回またね、どうしたらいいのっていう話をしたいと思います。今日はなぜ不調が起きているのか、どうして見た目は綺麗に見えるのに、そしてどうして体は柔らかいのに不調が起きているんだろうかっていう、私がね、経験したお話をしました。で、多分これを聞いて、私も同じだって思った人がいらっしゃると思うんですよ。だからコメントね、くださったりとかしたと思うので、それは分かりましたけど、だって力を入れないとこうなるんだもん、これじゃ嫌だからこうしてるんですっていう方が多いと思うので、次回は、じゃあどうしたらいいのよっていうお話